13、霊視家ヨハネと聖剣ガマリエル。ローマ帝国がユダヤを支配していた頃は、一般的にギリシャのアテネに留学し、ギリシャの知恵を習得する者が少なくなかった。なぜならば、ギリシャは彼らにとって異教文化ではあっても、理性に関する鋭い学問が進んでいたからであった。ガマリエルの切れ味はことに鋭く、モーセの律法に関して話すときなどは、彼の右に出る者はいないと言われるほど、ギリシャ仕込みの実力を発揮した。ペテロが彼の師イエスの教えについて語ったとき、ガマリエルは霊についての考え方が、まるでギリシャで学んだ学者が語っているように思った。だからこそこの分野に、無知であった長老たちを混乱させてしまったのである。ペテロは人間について、闇と光とか霊と肉という例えで説明した。彼の話がまだ終わらないうちに、どうやらこの十二使徒は、モーセの律法に背いていないことが分かってきた。だから彼らを迫害することが、全く焼け石に水のように思えてならなかった。ガマリエルはサドカイ派とパリサイ派の間に解釈上の争点になっているモーセの律法について多角的な説明をした。彼はキリストの教えにかなり魅力を感じ始めていた。しかしヨハネと話したとき、自分はとてもついていけないと言った。みんながイエス・キリストのようになれば、クリスチャンになってもよいが、それは夢物語であると言った。彼はヨハネに言った。イエスの教えは完璧であるが、誰もそれを完全に守れる者はいない。人間はとかく転びやすく、キリストが歩んだ道から遠く離れ、迷い出るものです。私はイエスの教えを学びましたが、あれは天使のための教えであって、人間のためのものではありません。見えざる王国の教えであり、人間の目に映る王国のものではありません。霊視家ヨハネは答えて言った。イスラエルの大指導者であられるガマリエル様。太陽は光を放ちますが、私たちの目にその光線が見えないのと同じです。あなたは神の教えが目に見えない王国のためとおっしゃいました。まさにその通りであります。死が教えてくださった天の王国とは、肉眼には映らないものであります。でも私たちはそれを何とか地上に実現させようと努力しているのです。それは確かに目には見えませんが、それは眠りから目を覚ました時に思い出せない夢のようなものです。でもその夢は大切なものであり、実現させねばならないのです。私たちは神の子にはなれないかもしれません。しかし神の似姿を形作る努力はできると思います。ガマリエルは首を振って悲しそうに言った。あなたはまだ若く、希望にあふれておられる。しかし間もなく私のように年を取るでしょう。しおれた草のように体も言うことを聞かなくなります。その時に自分が抱いた夢は虚しいものであり、厳しい現実だけが残ることを知るようになるでしょう。ヨハネは笑いながら言った。もしあなたがほんのしばらくの間、私たちと一緒にお暮らしになれば、私たちの死が示された未来像をお見せできるのですが、すべての異邦人がキリストを拝み、諸々の国の人々が彼を崇め、彼の教えを学ぼうとすることがお分かりになるでしょう。私が霊視したことは必ず実現するのです。あなたに示された幻を疑うわけではありませんが、私にはとてもついていけないのです。若い預言者さん、もしそうなったとしても、いずれ多くの人々が天使は別として彼の教えについていけなくなるでしょう。さて、私はこうしていられないのです。サウロという若者が私を待っていますので、私は彼に話してやらねばならないんですよ。誠の知恵とは、我らの父祖の律法の中に見出すことができることをね。彼はどうやらそれに気づいたらしいのです。ヨハネは内心悲しい思いをしながら聖剣の前から立ち去った。ヨハネはガマリエルほどの偉大な聖剣が味方になってキリストの教会が大きく飛躍することを願っていたからである。さて心身ともに競争な若者サウロ、後のパウロがローマからやってきて聖剣ガマリエルの門下に入り、モーセの律法や神殿の密議について学ぶことになった。ガマリエルの心の中はヨハネのことやキリストの言葉で溢れていた。それで彼は若者サウロにこのことを語って聞かせた。ついに若きユダヤ人に啓示が与えられたという意味のことを語ったという。ガマリエルはキリストのことを弁護し、サウロに対してキリストの教えの美しいこと、そしてそれらは教会という建築物を建てる石材となるであろうと語った。若者サウロは当時自分自身の考えから
キリストの弟子たちは神殿やモーセの律法に歯向かう不届きな連中であると思っていた。ガマリエルは物静かにヨハネの語った言葉を用いながらキリストのことを語り弁護したので、かえってサウロの心を硬化させ、聖剣ガマリエルへの反感を募らせる結果となった。そんなわけでサウロのクリスチャンに対する憎しみは強まるばかりで、誰からやっつけたらよいかを真剣に考えるようになった。そしてついにユダヤ全土をひっくり返すような迫害を加えて、キリストの教会を亡き者にしてしまおうと決意するに至った。ガマリエルは弁証法に長けていたので、とても議論を好んだ。それで彼は若者サウロがあまりにも議論が下手なことを自覚させようとした。ガマリエルは一方では心情的にキリストを信じ、他方理性では彼の教えを否定していた。彼は若者サウロが怒り狂っているのを知ってからは二度とキリストのことは口にしなかった。努めてモーセの律法に関する話を続け、彼の理性を養おうとした。さて私にはヨハネやガマリエルについての幻が多く与えられている。後になって若者サウロはキリストに関して語ったガマリエルの言葉によって自分が大人げなく感情的になったことを思い出し、反省したことを付け加えておこう。つまり以上のような次第で彼がクリスチャンを迫害したのである。